健康な膝の関節内では、軟骨が骨同士を優しく保護している。しかし、リウマチでは免疫細胞が滑膜に集まり、炎症を引き起こす。放たれる炎症性の物質が軟骨を作り、骨を露出させていく。こんにちは。今回はですね、医学の進歩が関節リウマチっていう病気の未来をもうガラッと変えてしまった、そのお話をしていこうと思います。まず、何よりも大事なことからいきましょうか。関節リウマチのストーリーってもう根本的に変わったんですよ。昔はもう関節が壊れていくのをただ見ているしかないっていうある種絶望的な話だったのが、今では希望を持ってちゃんと自分でコントロールできる、そういう病気になったんです。で、この変化っていうのはもちろんある日突然起きたわけじゃないんですね。何十年にもわたる研究の積み重ね、病気の本当の原因は何なのか、どうすればその進行を止められるのかっていうのを科学者たちが突き詰めた結果、生まれたまさにパラダイムシフトだったわけです。昔はですね、単に痛みとか炎症を抑えるっていう対症療法がメインでした。でも90年代にメトトレキサートっていうアンカードラッグ、つまり治療の土台となる薬が登場して、2000年代には生物学的製剤、いわゆる BD-MARS っていう革命が起きた。そして今では免疫システムの暴走っていう根本原因を直接狙い撃ちする標的療法とか、さらには予防まで視野に入ってきてるんですね。すごい進歩ですよね。さて、ここからがめちゃくちゃ面白い話ですよ。最先端の最もエキサイティングな領域です。もし関節リウマチが本格的に発症する前に、そもそも防ぐことができちゃったらどう思いますか？まさにその問いに正面から挑んだ画期的な研究があるんです。それが APPR 試験。この研究では血液検査なんかでリウマチの兆候はあるんだけれども、まだ実際の関節炎は起きていないっていう、いわば予備軍の人たちを対象にしたんですね。この試験で試されたのがアバタセプトっていう薬です。これどういう働きをするかっていうと、暴走し始めた免疫細胞たちの間のコミュニケーションを邪魔するんです。例えるなら、免疫システムが関節に総攻撃だって命令を出す前に、まあまあ落ち着いてって間に入ってくれる外交官みたいな役割ですね。で、その結果がもうこれを見れば一目瞭然です。偽の薬、つまりプラセボを飲んでいたグループだと、1年後にはなんと 29% の人がリウマチを発症してしまった。ところがですよ、アバタセプトで治療したグループはたったの 6%。この差はとてつもなく大きいですよね。これ言い換えるとどういうことか。この新しい治療を受けた高リスクの人のうち 92.8%、つまりほぼ 93% ですよ。この人たちが丸1年間全く関節炎を発症せずに済んだってことなんです。いやー、これは本当に驚異的な数字と言っていいと思います。じゃあ次はですね、もうすでに症状が出始めちゃった人の話をしましょう。予防が間に合わなかったとしてもまだ希望はあります。ここでの鍵は治療の窓。このすごく大事な期間にいかに早く動けるか、それが全てを決めると言っても過言ではありません。関節の破壊って一度進んでしまうともう元には戻らないんですよ。だからそうなる前にいかに早く診断して治療をスタートできるか、これが今のリウマチ治療のまさに心臓部なんです。そのためにはお医者さんが診察室ですぐに今病気の勢いはどれくらいかっていうのを測れる手軽で信頼できる方法が必要になるわけです。そのためのすごく優れたツールの一つがこの CDI、臨床的疾患活動性指標です。これ、見ての通り、腫れてる関節の数、痛い関節の数、あとは患者さん自身とお医者さんの評価っていう、この4つのシンプルな要素でできていて、何よりその場でパッと計算できるのがすごいところなんです。じゃあなんでこの CDAI がそんなに画期的かっていうと、昔のスコアと比べるとはっきりします。DS28 みたいな従来のやり方だと、血液検査の結果が出てくるのを待たないとスコアが計算できなかった。でも CDAI は診察室での評価だけで完結するんです。このスピード感が治療方針をすぐ決めるのにめちゃくちゃ役立つんですね。こういうふうに病気の活動性をパッと数字で表せるようになったことで、目標達成に向けた治療、英語で言うとトリートトゥターゲットっていう戦略が取れるようになったんです。これが患者さんの未来を劇的に良くしました。これどういうことかっていうと、お医者さんと患者さんが一緒にここまで良くしようっていう具体的なゴールを決めるんですね。で、1ヶ月から3ヶ月ごとにチェックして、もし目標に届いてなかったらすぐに治療法を見直す。ただ薬を出すだけじゃなくて、2人三脚でゴールを目指す、すごく積極的なアプローチなんです。これで効いてない治療をダラダラ続けるなんてことがなくなるわけです。見てください、このシンプルな3ステップ。目標を決める、そして頻繁に評価する。で、ダメなら調整する。この繰り返し、このループこそが今のリウマチ治療を成功に導いている、まさに強力なエンジンなんですね。でも、そもそも僕たちが目指している目標、つまり寛解って一体どういう状態なんでしょうか。今の考え方では、ただ痛みがなくなったっていうだけじゃ全然足りないんです。もっと深い意味があるんですよ。本当の意味での成功、つまり真の寛解っていうのは、この3つの層を全部クリアすることなんです。まずは痛みや腫れがないっていう臨床的寛解。次にレントゲンで見ても関節の破壊が進んでいないっていう構造的寛解。そして最後に仕事とか趣味とか日常生活を普通に送れる機能的寛解。
この3つが全部揃って、初めて病気を本当にコントロールできたねって言えるわけです。そうすると、すごく興味深い疑問が湧いてきますよね。こんなに良い状態、深い寛解を達成できたとして、じゃあ、薬って一生飲み続けないといけないのって思いませんか？まさに、その可能性を探ったのが最近行われたプリメラ試験なんです。これは生物学的製剤っていう強力な薬で状態が安定している患者さんがこれまで治療の土台だったメトトレキサートっていう薬を安全にやめられるかどうかを調べた研究で、個別化治療の次のステージといえる挑戦ですね。そしてその結果がですね、本当に目を見張るものでした。長年治療の柱だったメトトレキサートをやめたにもかかわらず、患者さんの実に 84% が病気が落ち着いた状態、つまり低い活動性をキープすることに成功したんです。これはすごいことですよね。この研究の結論がはっきりと示しているのは、安定した寛解に入った多くの患者さんにとって薬の負担を減らすっていうのはもはや夢物語じゃなくて、現実的でしかも安全に目指せる目標なんだっていうことなんです。この一連の流れは私たちにすごく刺激的な問いを投げかけていると思うんです。これからの慢性疾患の治療っていうのは、どの薬を追加するかだけじゃなくて、いつどうやって安全に薬を減らしていくかっていう視点がものすごく大事になるのかもしれない。それはつまり慢性疾患との付き合い方そのものの物語をもう一度大きく書き換えることになるんじゃないでしょうか。関節リウマチの治療はですね、ここ20年ほどで、驚くべき進歩を遂げました。かつては非常に困難だった寛解、つまり病気の活動性がほとんどない状態が、今はもう現実的な目標になったわけです。そうですね。しかし、その寛解をじゃあどう達成してどう維持していくのか。その最適な戦略については、我々専門家の間でも活発な議論が続いている。まさに治療戦略の岐路に立っていると言えるかもしれないですね。はい。今日の議論の中心はまさにその点です。関節リウマ治療において最新の革新的な治療法を積極的に用いて病気の根本に迫る完全な寛解を目指すべきなのか、それともやはり長年の実績がある確立された治療法を軸に安全性と持続可能性を重視したより段階的なアプローチを優先すべきか、この問いについて掘り下げていきたいと思います。私はですね、後者の立場、つまりメトトレキサートですとか TNF 阻害薬といった、確立された治療法の価値を再確認してリスクとベネフィットを慎重に見極めながら治療を最適化していくべきだとそう考えています。そして私はカー T 療法のような最新の治療法を積極的に活用して構造的にも機能的にもダメージが残らないいわゆる真の寛解を追求すべきだという立場です。なるほど。では早速あなたのそのお考えから聞かせていただけますか？はい。まず関節リウマチがどういう病気なのかをもう一度シンプルに捉え直すことが重要かなと。これは本来体を守るはずの免疫システムが、何らかのきっかけで暴走してしまって自分自身の関節を敵だとみなして攻撃を始めてしまう病気なんですね。いわば体の中の警備システムが誤作動を起こしている、そういう状態です。この根本原因を考えると、ただ症状を抑えるだけじゃなくて、その誤作動している免疫システムそのものにより直接的に介入する必要があるのは、明らかですよね。だからこそ我々の治療目標も進化させないといけない。トゥリトゥターゲット、つまり明確な目標値を設定して治療を最適化していく戦略、これはもう常識になりましたが、その目標の質が今問われているわけです。私が目指すべきだと考えるのは SDAI とか CDAI といったより厳格な基準で測られる真の寛解です。でですね、その目標を達成するための画期的なツールが今私たちの手元に届きつつある。例えばカー T 療法。これは患者さん自身の免疫細胞 T 細胞を一度体外に取り出して遺伝子操作でリウマチの原因になる B 細胞を見つけて攻撃せよという指令を組み込む、まさにオーダーメイドの免疫療法なんです。あるシステマティックレビューでは6の研究のうち5つで 100% という驚異的な効果が報告されていまして、これは治療のパラダイムを根底から変える可能性を秘めているとそう思っています。ほう、確かにその数字は衝撃的ですね。そしてより身近な選択肢として JAK 阻害薬があります。これは免疫細胞の内部で、炎症の指令を伝える JAK という物質の働きをブロックする経口薬ですね。注射剤である生物学的製剤と、同等以上の効果が期待できて、患者さんの利便性も非常に高い。安全性への懸念が指摘されることもありますけど、81万人以上というこれは非常に大規模なメタ解析なんですが、ここでは TNF 阻害薬と比較して重篤な感染症や神経管イベントのリスクに意味のある差はないと結論付けられています。さらにはですね、発症前の段階で介入するという予防という概念も現実味を帯びてきた。ABPIRA 試験では高リスク者へのアバタセプト投与が発症を遅らせることが示されています。もはや対症療法ではなく根治と予防を目指す時代に入った。これが私の基本的な考えです。なるほど。革新的な治療法がもたらす未来への期待、その情熱はよく伝わりました。ただ私はその後意見に対していくつかやはり慎重になるべき点があると考えているんですね。まずあなたが挙げたカー T 療法。
確かに走行率は素晴らしいですが、まだ非常に初期段階のデータであって、長期的な安全性は全く分かっていない。サイトカイン放出症候群とか神経毒性といった時に命に関わる重篤な副作用のリスクも常に念頭に置く必要があります。そして何より我々は関節リウマチ治療のその土台を忘れてはならない。それは今なおメトトレキサート、つまり MTX であり TNF 阻害薬なんです。これらの確立された薬剤によって非常に多くの患者さんが長年にわたって良好なコントロールを得て生活している。この事実を軽視して新しいものにすぐ飛びつくのは賢明とは言えないんじゃないでしょうか。JAK 阻害薬についてもあなたが引用したメタ解析は全体像を示していますが、細部を見れば懸念は残ります。特にオーラルサーベランス試験で警鐘が鳴らされた静脈血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のような血栓のリスクですね。これはそのメタ解析においても JAK 阻害薬の方が統計的に優位に高いという結果でした。これは臨床的に無視できない差ですし、心血管リスクを持つ高齢者など患者さんを慎重に選ぶ必要があることを示唆しているわけです。しかし、そのリスクを考慮したとしても、多くの患者さんにとってはベネフィットが上回るのではないでしょうか。そこがまさに議論の分かれる点なんです。そして治療のゴールは必ずしも最強の薬を使い続けることではないという視点も重要です。プライメラ試験という非常に興味深い研究があります。これは TNF 阻害薬と MTX の併用で安定している患者さんで MTX を中止した場合と継続した場合を比較したものなんですね。結果は MTX を中止しても寛解を維持できる割合は継続した群と比べてほとんど遜色ないというものでした。これは治療の引き算も可能だということなんです。MTX による吐き気などの副作用から解放されることは患者さんの生活の質にとって非常に大きな意味を持ちます。厳格すぎる寛解基準を追い求めるあまり、こうした引き算のチャンスを見逃して過剰な治療につながってしまうリスク、それも我々は考慮すべきだと考えます。そこが私たちの見解が大きく分かれる、核心部分ですね。治療目標の質についてです。あなたは厳格すぎる寛解基準とおっしゃいますが、私はこれを必要な厳格さだと考えています。例えば、これまで広く使われてきた DAS28 という基準で寛解と判断されても、実は関節の中では静かな炎症がくすぶり続けて、気づかないうちに関節破壊が進行してしまうケースが少なくないんです。これは火事で言えば、目に見える火は消えたけど、まだひねが残っているような、そういう状態ですね。なるほど。その例えは分かりやすいですね。ICORAR という日本の大規模コホート研究でも、より厳しい基準であるSDAI や CDAI での寛解を維持することこそが将来的な身体機能の低下をより確実に防ぐという結果が示唆されています。我々が目指すべきは超音波検査をしても炎症のサインが全く見られないような、いわばヒネまで完全に消し去った状態、つまり真の寛解であるべきではないでしょうか。それが患者さんの10年後、20年後の未来を守ることにつながるはずです。おっしゃることは分かります。寛解の質を高めること、それ自体に異論はありません。しかし、その厳しい目標を全ての患者さんに一律で当てはめることにはやはり懸念を覚えますね。SDAI や CDAI で評価すると、当然ながら DAS28 よりも寛解と判断される患者さんの割合は減ります。特に長年リウマチを患ってこられた方や他の合併症をお持ちの方にとって、その非常に厳しい基準を達成するのは現実的ではない場合も多い。トリートトゥターゲット戦略の中でも、そうした場合には低疾患活動性の維持が代替目標として認められています。過度に高いハードルを設定することで、かえって患者さんや我々医療者に不要なプレッシャーを与え、次から次へと薬剤を強化していく足し算の治療にばかり目がいってしまう。それは本末転倒じゃないでしょうか。寛解の質は数値だけじゃなくて、例えばステロイドを使わずに済んでいるかとか、副作用に悩まされていないかといった治療内容そのものも含めて総合的に判断すべきだと私は考えます。その治療内容を左右する新しい薬剤のリスク評価、特に JK 阻害薬についてはもう少し議論を深めたいですね。先ほどのメタ解析の話に戻りますが、81万人以上という膨大なデータを統合した結果、重篤な感染症、悪性腫瘍、心血管イベントといった主要なリスクにおいて JK 阻害薬と TNF 阻害薬の間に意味のある差はないとされたことの意義は非常に大きいと思うのです。経口薬という便利性と高い有効性を考え合わせれば、一部のリスクを過度に恐れるあまり、多くの患者さんが恩恵を受ける機会を失っている現状があるのではないでしょうか。規制当局による一律の厳しい警告は、そろそろ個々の患者さんの状況に応じたより柔軟な運用に見直されるべき時期に来ているとそう考えます。いえ、そのご意見には同意しかねます。なぜなら、その同じメタ解析が静脈血栓塞栓症のリスクはJAK阻害薬で統計的に優位に高いとはっきりと示しているからです。プールされたハザード比は 1.26。これはリスクが 26% 上昇することを意味します。特に関節リウマチの患者さんに限定すると、リスクは 31% も増加する。これを意味のある差はないという大きな括りの中に埋没させてしまうのは、臨床家として非常に危険な考え方だと感じますね。
オーラルサバイランス試験の対象となったような喫煙歴のある高齢の男性で心血管系のリスク因子を複数お持ちの方にこのリスクを十分に説明せず処方することはできません。薬剤のリスクプロファイルはそれぞれ違うわけですから、それを10倍落下に差がないと結論付けるんじゃなくて、それぞれの特徴を理解して目の前の患者さんにとって何が最適かを考える、いわば精密医療の視点が不可欠です。もちろん、個々の患者さんに合わせた判断が重要なのは言うまでもありません。しかし、リスクは常にベネフィットとの比較で語られるべきです。そして、より大きな視点、つまり治療戦略全体の方向性で考える必要がある。先ほども少し触れましたけど、CAR-T 療法は自己免疫の元凶である B 細胞を根こそぎ叩くという、これまでの治療とは全く異なるアプローチです。これは免疫システムを一度リセットするような根治に近い治療となる可能性を秘めています。また、APPRIR 試験が示した発症前介入の成功は、もはや病気が始まってから叩くのではなく、始まる前にその芽を摘むという予防へのパラダイムシフトが起きている証拠です。疾患の起動をできるだけ早い段階でより根本的に変えること、それこそが患者さんの長期的な人生を最大化する道だと私は信じています。その発想は非常に魅力的ですし、将来的な目標としては私も共有するところです。しかし、それらのアプローチはまだ研究段階の域を出ていない。我々が今、日常臨床で向き合っているのは、すでに病気が確立した多くの患者さんであって、そのこと々の治療をいかに安全に、そして持続可能な形で最適化していくかが喫緊の課題なんです。ここで先ほど申し上げたプリミラ試験の持つ現実的な意義がまた再際立ってくるわけです。この試験が示したのは、安定期に入った患者さんにおいて治療を安全に引き算できる可能性でした。メトトレキサートを中止できた群と継続した群で寛解の維持率の差はわずかマイナス 1.6%。これは統計的にも比列性、つまり遜色ないという結果です。メトトレキサートを中止できれば、多くの患者さんが悩む吐き気や倦怠感といった副作用から解放されて、生活の質は劇的に向上します。新しい治療法を次々と追加していく足し算のイノベーションだけでなく、こうした安全な引き算の戦略を確立することも同じくらい重要で革新的なことだと私はそう考えます。関節リウマチ治療は分子レベルでの病態解明を背景に CAR-T 療法や発症前介入といったかつてはSF な世界だったような地平に到達しつつあります。我々はこれらの革新を恐れずに活用して、すべての患者さんが関節破壊や機能障害から解放される未来を目指すべきです。そのためにトゥリートトゥーターゲットという戦略と、それを厳格に評価する SDAI や CDAI といった指標が我々の進むべき道を照らす羅針盤となるでしょう。新しい治療法の登場はもちろん歓迎すべきことですが、しかしその導入は常に慎重なエビデンスの蓄積に基づいて行われるべきです。治療の革新は最新の治療法を追い求めることではなく、個々の患者さんにとってのリスクとベネフィットを最大化することにあります。そのために長年使われてきた確立された治療法の有効性と安全性を再認識し、そして不要な治療を減らしていくデエスカレーション、つまり引き算の選択肢も常に念頭に置く。そうしたバランスの取れたアプローチこそが今、そしてこれからの関節リウマチ治療に求められているのではないでしょうか。関節リウマチの治療戦略に唯一絶対の正解があるわけではない。それは確かですね。革新的な治療で高みを目指す積極的な介入と、安全性を重視した持続可能な管理、この2つの視点を持ち合わせることこそが目の前の患者さん一人一人にとって最善の治療を見出す鍵となるのでしょう。今回提供された資料には我々がさらに探求すべき多くの情報がまだ含まれています。